VTuber ブームの最中の2018年2月に、ライブ配信用アプリの PR として始動した2時3時は、月のみとのブレイクをきっかけに、アプリ以上にライバーが大きく注目されることになり、その人気は他のライバーにも波及して、グループとして愛されるようになっていきました。しかしおそらくこの状況は、元々の狙いとは少し方向性の異なる成功だったようにも思います。そしてそのギャップを埋めるかのように、ここから試行錯誤の時期に入っていきます。第2回目の今回は、そんな2時3時最初の変革期、2018年の夏頃までを見ていきます。それでは早速始めましょう。超会議が終わり、ゴールデンウィークも半ばの2018年5月初旬。2時3時に新たなグループが追加されます。それが2時3時ゲーマーズです。ゲーマーズはその名の通り、ゲーム配信者特化の新グループという説明がされていましたが、2時3時にはすでに静かりんや、渋谷はじめのように、よくゲーム配信をしているライバーもいたので、あえてゲーマーという看板を掲げる、グループを分けたことへの驚きもあった中、初配信から、かなえが約9時間にわたるゲーム配信を行い、圧倒的なインパクトでその存在を納得させました。このストリーマー的な活動スタイルは、その後2時3時全体に影響を与えていきます。ちなみにこの配信でプレイされたゲームタイトルは、PUBG でした。2017年に世界的に流行し、バトルロイヤルというジャンルの覇権を築いたこのタイトルは、VTuber 業界でも人気が高く、PUBG の実力で、ゲームの腕前が評価されるような風潮もありました。そしてゲーマーズは PUBG つながりで、1期生2期生とも早くから交流を行っていきます。特に深夜の酸欠 RKS は、グループの垣根を越えた名物コラボとして、定番化しました。こうした中、もう一つ大きなプロジェクトが動き出します。それが2時3時シーズです。5月8日にオーディション告知という形で、突然情報が発表され話題になりました。告知の中では、グループ活動の可能性を秘めたチャレンジ枠という説明がされており、この時点ですでにグループ扱いだったゲーマーズとは、立場が大きく異なることがわかります。アプローチはかなり異なりますが、コンセプト的には現在のバーチャルタレントアカデミーに近いとも言えるでしょう。おそらくこのような形でシーズが始動した背景には、新人の追加に関する課題があったように思います。当時2時3時は Apple の審査に苦戦しつつも、まだアプリの一般公開に向けて進んでいる状況で、後にデビューする有観喫茶アニマーレに、アプリ提供という形での制作協力も行っており、運営的には2時3時アプリを使って活動するライバーを増やしたがっていたように思います。一方でグループとしての2時3時は、ブランド化して多くの人から箱推しされていた反面、これ以上は追い切れないという声も多く、気軽に新人を入れづらくなってきていました。こうした状況を踏まえると、シーズという枠組みを別で設けた意図が、なんとなく想像できる気がします。さて、シーズのライバーについて話す前に、一旦この時期の2時3時の活動にも触れておきます。やはり先頭を走っていたのは月の水戸で、毎回の配信に大きな注目を集めていましたが、それに続く形で静かりんと樋口楓が、ほぼ同時期にチャンネル登録者数10万人の大台を突破します。記念配信には多くのライバーが祝福に駆けつけ、祝い事で突待ちをする流れの先駆けとなりました。また、1期生全員参加の人狼企画が行われるなど、同期としての結束も目立つようになります。2期生の勢いも負けず劣らず、特にその筆頭だったモノノベアリスの人気は高く、憧れだった絆愛と、少しずつ関わりができていく様子も注目されました。また、森中和樹の誕生日配信では、サプライズで大人に変身した姿がお披露目されました。ライバーの姿が本格的に変化するのは初のことで、多くのリスナーに驚きを与えました。オーディション告知から約1ヶ月後の6月初旬、ついにシーズからライバーがデビューします。告知時点からさらに人数が増えており、出だしから計13人の大所帯となりました。チャレンジ枠と言いつつも、蓋を開けてみれば個性的なメンバーが揃っており、やや不遇とも言える環境の中、地道に独自のリスナー層を開拓していきます。この時とりわけ人気を集めたのが、シスタークレアでした。VTuber にとって曰く付きの言葉である清掃、文字通りの意味に救済するほどの清楚さは、石を投げればやべえやつに当たる2時3時では、逆に突出した個性として異彩を放っていました。また、シーズとほぼ同時期に、男性グループのボイズもデビューしましたが、色々と逆境が重なり、残念ながら早期に解散となってしまいます。外部でも生配信主体のグループが、続々誕生しており、5月にアイドル部がデビューすると、6月にはホロライブ、アニマーレ、視
7月にはハニーストラップと相次ぎました。一方その頃2時3時では、楓と水戸の寝落ち配信を、2万人以上のリスナーが固唾を飲んで見守っていました。それはさておき、ゲーマーズには待望の新人がやってきます。まずは7月6日に第2弾メンバーがデビューすると、同月30日には、さらに第3弾メンバーがデビューします。この新人たちはやがて、2時3時の台風の目となっていきますが、それはもう少し先の話になります。また、ゲーマーズ絡みで言うと、この時期に第1回 VTuber 最強決定戦が開催されます。外部の大会ですが、解説としてカナエがゲスト参加し、選手としても2時3時から数名が出場しました。こうしてゲーマーズはゲームを通じて、外部とも交流しコミュニティと共に成長していきます。一方で、グループとしては各々気ままに活動しており、この時点ではあまりまとまりがなかった印象です。対照的に、シーズは内部で活発に交流し、その結束を強めていました。話は6月23日に行われた、花畑チャイカのマイクラ配信まで遡ります。通話をかけてきた八代貴族の声が、チャイカに通じず配信にだけ音声が乗るというトラブルが発生し、そのオーディオコメンタリー状態を面白がり、他のシーズメンバーも通話に参加していきます。ノリで始まったこの大規模コラボは、結果的にシーズ内の交流を活発化する転機となりました。またこれ以降シーズ内でマイクラが流行し、後の二次サバへと繋がっていく意味でも重要です。そしてこのあたりからシーズ内で、ユニット的な関係性もでき始めます。その代表例が、OTN 組です。OTN 組は八代貴族、花畑チャイカ、中尾あずまが7月13日に行ったコラボ配信から発足します。このコラボは第2回からは毎回ゲストを招いて、トークするという形式でレギュラー化し、シーズのメンバーをつなぐ拠点とも言える、重要な場になっていきます。OTN 組が成人同士のユニットである一方で、学生同士のユニットも結成されていました。それが同い年です。同い年は宇月光、鈴木勝、出雲かすみが、全員同学年ということからできた組み合わせで、コラボでは3人のわちゃわちゃしたやりとりを、微笑ましく見守る楽しさもありつつ、実は、ある世界観に沿ってリアルタイムに物語が紡がれていく、劇場型配信の側面もありました。とはいえコラボ自体はそこまで頻繁でもなく、基本的にはそれぞれの道を歩んでいましたが、特に宇月光に関しては、当時むしろ積極的に道を踏み外し続けていました。初配信から早くも LINE を見誤り、運営に怒られるところから活動をスタートすると、納豆 ASMR でリスナーを厳選したり、カップル配信を行いその場で破局するなど、散々尖り散らかした結果、本格的な怒られが発生します。しかし、その後のエモグランプリのようなリスナー投稿企画では、その本領を遺憾なく発揮し、ニュアンスに的確な輪郭を与える言語化能力や、ひねくれつつも情緒的な感性が支持されていきます。こうして役者も揃ってきたシーズですが、おそらくその結束の重要な軸になっていたのは、旗振り役ができる優先の存在だったと思います。そして8月2日に優先発案の夏休み企画、シーズ全員集合24時間生配信が告知されました。ちなみにこの数日後という絶妙なタイミングで、シーズ2期生のデビューが発表されますが、すでに企画の準備が進んでいたこともあり、熟慮の末1期生のみで開催することに決まります。お前ら、いっつんシーズ全員集合24時間生配信。シーズ24は8月25日の20時から、1時間ごとに企画をリレーする形式で進行し、企画内容はシーズブサイクや、笑ってはいけない2時3時シーズなどパロディ全開のものから、この時点までの活動や関係性の集大成的なものまでバラエティに富んでいました。ドーラが中心になって進行を取り仕切ったり、轟京子デザインの T シャツを販売したりと、今ほど手厚く運営協力を得られないがゆえの、文化祭的な手作り感があり、並行して行われたバックステージ配信が、一時は本配信を上回るほど盛り上がったのも含めて、シーズらしさに溢れた思い出深い企画になりました。シーズ24は、恵まれているとは言い難い境遇だったシーズが、自分たちの力で掴んだ成功であり、この大きな挑戦を見事やり遂げたことで、チャレンジ枠として期待に応えたとも言えますが、同時にもともとグループ未満の扱いだったシーズは、もはや完全にグループ化していたとも言えます。2時3時の歴史は、ある意味で嬉しい誤算の積み重ねとも言えますが、シーズももはや芽が出るまでの通過点ではなくなりつつありました。そしてそれは当初2時3時と別枠にした意味を、失いつつあるということでもありました。
こうしてしばらくは、まさに進む先が見えない中を手探りで歩き続けるような時期が続きますが、やがて存在感を増し始めたあのグループが、シーズも巻き込んだ一大旋風を起こし、2次3次の境界は曖昧になっていきます。